にちは、みすずです。フォース手帳を使い始めて1ヶ月経ったので、実際に使ってみた感想と気になった点も含めてお話しします。高級感のある表紙と縦開きの独特なフォーマットで、正直最初はかなり戸惑いました。でも使っていくうちに使いやすいと感じる部分が少しずつ増えてきて、今ではお気に入りの手帳の一つになっています。この手帳は合う人にはすごく合うけれど、合わない人には少し使いづらいかもしれません。自分で決めるがテーマで、未来から逆算して予定を作っていくタイプの手帳です。未来から考えたい方や思考までしっかり書きたい方に向いていると思います。この手帳は表紙の色にも意味があって、どんな一年にしたいかで選ぶようになっています。私はチェリッシュブロッサムを選びました。ご機嫌に過ごすというテーマです。今の自分にしっくりきていて選んでよかったと思っています。色のコンセプトは忘れてしまいがちなので、表紙の内側に公式の説明を印刷して貼っています。心の余裕やご機嫌に過ごすという言葉を見るたびに、自分の暮らしも整えていきたいなという気持ちになります。まずはマンスリーページを見ていきます。私はインデックスシールを貼って使っています。縦開きの見開きで1日のスペースが縦に長く、とても書き込みやすいです。私はここに3つのブログの表示回数やクリック数、つまりどれくらい見られたかを記録しています。さらに最近はその日にやった作業をドットペンで色分けして記録しています。数字だけのページだった時よりも、何をしてこの結果になったのかが見えるようになって、振り返りがとてもしやすくなりました。毎月のゴールや行動、レビュー欄があるのも気に入っています。チェックを入れるだけでも達成感がありますし、次にやることを考えるきっかけにもなっています。次はウィークリーページです。上が時間軸、下がメモになっています。私は毎朝その日の予定をここに書いています。細かく詰めるというより、一日の流れをざっくり確認する使い方です。下のメモページはドットで区切れるので、縦に分けて今日やることや明日やることなどを書いています。買い物メモなども一緒に書いていて、お店で迷ったり余計なものを買うことが減りました。時間とメモを一緒に書ける構造はこの手帳の大きな特徴だと思います。ただメモが広い分、時間軸はややコンパクトです。30分単位で細かく書きたい方には少し書きにくいかもしれません。私はざっくり使うタイプなので、この余白がちょうどよく問題なく使えています。この手帳は月ごとにまとまっているので、月末と月初に空きスペースができます。私はそこに今月中に終わらなかった作業を書いています。イベント系の記事など来年に持ち越したいものを書いておくことで、忘れずに次につなげられるようにしています。プロジェクトログは上に動画の進捗、下に習慣を書いています。習慣の部分はこれまで別の手帳に書いていた内容をまとめました。自律神経を整えるためにやりたいことを8項目書いて、できたものにチェックをつけています。下には今月やりたいことや読みたい本を書いて、できたらチェックをしています。このページは続けることを管理するのにとても使いやすくて、毎日開くページになっています。ワークページはかなり多いです。未来を考えたり、振り返ったり、逆算して行動を決めていくような内容になっています。フルフィリングライフ&ワークのページは、毎月のゴールとアクションを書くページとして使っています。マンスリーより少し細かい目標を書く場所にしています。イヤープランには季節やイベントに合わせた予定を書いています。アンニュアルスケジュールは体幹トレーニングのハビットトラッカーとして使っています。トレーニングの1日の回数を減らしてでも続けられるようにしたことで、毎日シールを貼れるようになりました。後ろのポケットにはここで使っているシールを入れています。ただワークページすべてが英語表記なので、最初は何を書けばいいのかわからず、ここが一番ハードルが高かったです。紙は少しクリーム色です。目に優しいと言われています。使っていて特に違和感はありません。修正テープも問題なく使えています。あとペンとの相性も少しだけお見せします。万年筆とクリーンカラードット、少し裏抜けが気になりました。ユニボール1などのゲルインクは問題なく使えています。私が良かったと思った点は、マンスリーが広くて書きやすいことと、ウィークリーにしっかりメモがあることです。予定だけでなく思考まで書けるのでとても使いやすいです。
これまで別の手帳では書ききれなかったこともこの手帳なら全て書けています。気になった点はワークページの英語表記です。意味を調べないと書けないので最初はかなり使いづらく感じました。それとゴムバンド。手帳が開かないように留めるものですが、毎回外すのが手間で、私は外したまま使っています。ペンホルダーもついていないので、ここは少し使いづらく感じました。あとはフォントが少し特徴的なことと、しおり紐です。しおりの色が目立つのと、縦開きなので視界に入りやすく少し気になります。ここは使っていてもまだ慣れない部分です。最後まとめです。この手帳はしっかり考えて使いたい方やたくさん書きたい方にはとても向いていると思います。逆に気軽に使いたい方には少し重たいかもしれません。合う合わないがはっきり分かれそうな手帳ですが、私は使ってみてよかったと感じています。毎日書く時間が少しだけ特別な時間になりました。最後まで見てくださりありがとうございました。このチャンネルでは普段レシピ動画を中心に投稿していますが、今回のような手帳の動画もたまに公開しています。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。